猫は選挙権、犬は教育の権利、鶏は所有物にされない権利を持つべきなのでしょうか。この質問に答えるためには、権利や動物倫理について理解する必要があります。なので、この動画では、権利とは何か、なぜ私たちは権利を持つべきか、動物も権利を持つべきか、そしてそうであれば、どのような権利を持つべきかについてお話ししようと思います。まず、権利って何？最も基本的な意味で、権利とは生きる上でのルールみたいなものです。そして重要なのは、それが生物学的あるいは物理的なものではないということです。権利は人間が作り上げたものです。人間の体内を見ても血液、臓器、骨は見つかりますが、権利はどこにも見当たりません。権利は人間の集合的な想像力の中だけに存在します。しかし、それは必ずしも悪いことではありません。法律、民主主義、利害平調と同じように人間の集合的な想像力の中だけに存在する一般的にいいと思われることがたくさんあります。これをよりよく理解するためにサッカーを見てみましょう。サッカーにはサッカーの競技規則というマニュアルがあります。その中には選手が守るべきルールが含まれており、フィールドの大きさや審判がどのように判定を下すべきか、そして何がゴールとして認められるかなど全部で17項目があります。このルールは人間が作り上げたものであるとみんなは理解しています。しかしサッカーをフェアに楽しくするためにみんなはこのルールを守ろうとします。サッカーには競技規則があるように私たちの人生には世界人権宣言があります。この宣言は1948年に国連で採択され、スポーツのルールではなく誰もが持つべき基本的な権利をリストしています。具体的には生命、自由、体の安全に対する権利、奴隷にされない権利、拷問を受けない権利、公正な裁判を受ける権利、投票する権利、教育の権利など全部で30条あります。そしてサッカーの競技規則にリストされているルールが選手や審判にリスペクトされることで美しい試合の基盤が出来上がるように、世界人権宣言にリストされている権利が人類社会のすべての構成員が持つことで世界における自由、正義および平和の基礎が出来上がるということです。つまりサッカーの競技規則はサッカーをフェアにするために存在するように、世界人権宣言は私たちの人生をフェアにするために存在すると言えます。ではなぜ私たちは権利を持つべきなのでしょうか。哲学者はその質問に対していろんな答えを持っています。自然権、啓蒙時代の哲学者の中には、権利は我々が本質的に持っているものだと考える人がいます。彼らは生命、自由、財産の権利などの特定の権利は私たち全員が自然に持っていて、誰にも奪われられないものであると主張しました。つまりこの考えでは、政府や社会が存在しない自然な状態でも人間は生命、自由、財産の権利を持っているということです。手段としての権利。功利主義の哲学者は、権利は苦しみを減らし、幸福を増やすことで世界をより良くするための手段であると主張します。例えば、表現の自由は我々が本質的に持っているものではなく、真実を発覚することで世界をより良くするための手段であるということです。意思に基づく権利。そして他の哲学者は、権利は我々の特定の意思や利益を守るために存在するべきであると主張します。例えば人間は拷問されたくないという意思があるので、その意思を守るために拷問されない権利を持つべきだと考えます。世界人権宣言の根本にある哲学が何なのかは明確ではありません。しかし、この3つのアプローチから借用されていると思われます。自然権のアプローチは、世界人権宣言のすべての人間は生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等であるという部分に表現されています。手段としてのアプローチは、宣言の歴史的な文脈によって強調されます。宣言は第二次世界大戦の経験の結果であり、そのような紛争の暴虐行為が再び起こることを決して許さないという目的を持って作られました。そして意思に基づく権利のアプローチは、宣言に人間の意思を守る権利があるという部分に表現されています。例えば、国の政治に関わりたいという意思を守るための自国の政治に参与する権利、平等に扱われたいという意思を守るための公平な公開審理を受ける権利、そして安全に生きたいという意思を守るための生命、自由および体の安全に対する権利があります。さて、人間以外の動物も権利を持つべきなのでしょうか。その質問に答えるには、誰が道徳的に重要で、なぜ重要なのかと考える必要があります。もし権利は私たちが生まれ持ったものであると考えるならば、重要なのは誰が私たちに含まれるかです。もし権利は苦しみを減らし、
幸福を増やすための手段であると考えるならば、重要なのは誰の苦しみや幸福が重要なのかです。そしてもし権利は私たちの意思を守るためのものであると考えるならば、重要なのは誰の意思が重要なのかです。言い換えれば、誰が道徳的に重要でなぜ重要なのかと考えることです。まず、動物は権利を持つべきではないという人の主張を見てみましょう。そう主張する人は、誰かを道徳的配慮に値するための基準、苦しみを減らすや意思を守るに動物は含まれないと考えています。例えば、権利は人間のためのものであり、動物は人間ではないので権利を持つべきではないという主張があります。これを言い換えると、他の動物が権利を持つべきではない理由は違う種として生まれたからです。または動物は人間が持っているある特性を持っていないから権利を持つべきではないという主張があります。具体的にそれは、動物は人間の知性、言語能力、他人の権利を尊重する能力がないから権利を持つべきではないという考えです。しかし、両方の考え方に問題があります。私たちは肌の色や年齢を選べないように、猫、鶏、人間のどの種として生まれるかも選べません。言い換えれば、種は肌の色や年齢と同じように選べない生物学的特徴に過ぎません。つまり、動物は人間ではないので権利を持つべきではないという主張は、生物学的特徴が違うから権利を持つべきではないという考え方と同じです。それは多くの歴史上の残虐行為を正当化した考え方そのものです。もし動物は権利を持つべきではない理由は、ある特性がないからであれば、その特性が本当に重要であるかを確かめるために、その特性を持っていない人間は権利を持つべきではないかを考える必要があります。例えば、動物は人間の知性、言語能力、他人の権利を尊重する能力がないので権利を持つべきではないと考えるのであれば、同じようにそれらの特性を持っていない赤ちゃんや交通事故で重度の脳障害を負った人間は権利を持つべきではないのでしょうか。言い換えれば、動物は権利を持つべきではないという主張を正当化するための考え方を人間に当てはめると合理的ではないと分かります。では逆に、動物は権利を持つべきだという人の主張を見てみましょう。いくつかの主張がありますが、その主張はすべて動物にも意識があるという事実に基づいています。意識があることは権利を持つ十分な理由であると考える人がいます。人間も他の動物も意識があるので道徳的に重要であり、権利を持つべきだと考えます。また、動物が意識を持つことによって苦しむことができるから道徳的に重要であると考える人もいます。人間の苦しみを減らすために権利を使うのであれば、動物の苦しみを減らすために権利を使うべきだということです。そして動物は人間と同じように意思があるので重要であると考える人もいます。動物も拷問されたくないという意思があるので、その意思を守るために権利を持つべきだと考えます。つまり、動物が権利を持つべき理由は、先ほど説明した人間が権利を持つべき理由と同じです。言い換えれば、動物の権利の支持者は、動物の権利は単なる人権の延長であると考えています。では、動物はどのような権利を持つべきなのでしょうか。もし世界人権宣言の動物版を作成するとしたら、どのような権利が含まれるのでしょうか。動物の権利を支持するすべての人が同意するのは、人間が持つすべての権利が動物には必要ないということです。例えば、猫は選挙権、犬は教育の権利を持つ必要はありません。犬や猫は選挙や教育に関心がなく、実際それらの権利を持っても持ってなくても生活に大した変わりがありません。対照的に、鶏は所有物にされない権利を持つべきです。なぜなら、それは彼らにとって役立つ必要なものであるからです。鶏は現在所有物にされていることによって膨大に苦しんでおり、彼らの安全に生きたいという意思が無視されています。つまり、動物の権利の支持者にとって重要なのは、動物が必要最低限の権利を持つことです。そして具体的に、その権利が何であるべきかについて考えた団体があります。動物を法的に守るのを目的とする Animal Legal Defense Fund は、動物はこの6つの権利を持つべきだと主張します。意思が法廷で代弁される権利、法律で生きて感情を持つ存在として認識される権利、虐待や残虐行為から保護される権利、野生動物が自己決定を行い、その種にとって自然な行動を取ることができる環境を持つ権利、人間の世話を受ける動物が種固有及び個体のニーズが満たされる権利、法的に犯罪被害者として認識される権利、また動物の権利を推進する団体 Direct Action Everywhere は、動物はこの5つの権利を持つべきだと主張しています。自由に生きる権利、利用されない権利、法律や法廷で意思が守られる、代弁される権利、安全な生息地で生きる権利、
苦痛や搾取から救助される権利。したがって動物の権利の支持者はいろんな意見を持っていますが、明確な共通点があります。それは動物は食用に搾取されたり、ファッションのために皮膚を剥がされたり、檻に監禁されたりするような状況から保護される権利を持つべきだという考えです。それは動物たちの立場からすると必要最低限なことではないのでしょうか。